めく影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆく君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのに月明かり揺らめく影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひら
空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆこう君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのに皆様こんばんは。本日はグランゼーラの集い2秋の祭典をご視聴いただき誠にありがとうございます。本日司会進行を担当させていただきます人事部の道庭です。よろしくお願いします。開発の九条です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごい、僕今日この放送のツイートリツイートしてないわってさっき今気づいて今リツイートしたんです今それで携帯触ってたんですね、本番の前にはいはい、前回6月後半にこのグランゼラの集い2開催させていただきましたので、それからもう早3ヶ月経とうとしておりますね。そうか、はい、そうですね。あっという間ですね。もう10月ですもん。そうなんです。僕10月です。免許の更新に行かなかった気が気じゃないですけどなんか始まる前にチャット見てたら謝罪会見かとか謝罪だよねとか謝罪土下座7ループチャージみたいな素敵なコメントがありましたね。もうそうですよ、謝罪会見ですよ。はいです、はい、でもろもろ僕ね気になってることはありまして、今回の放送で、この生配信のタイトル、はい、今回はグランゼーラの集い2秋の祭典ということで、ちょっと今マイクの位置合わせていいですか。大丈夫ですか。音大きかったりしますね、大丈夫ですか。はい、で、何が集い2秋の祭典って、集い2も大概なんですけど、秋のって秋っぽい内容なんかどこにもないんじゃないの。そうですね、秋の要素は特に今回はございませんね。はい、でもっと引っかかるというか一番引っかかるのは祭典。そうですね、祭典って、はい、何も祭りみたいな要素ないですよそうですね、お祭り要素はないかなと思いますね。何ですか、はい、謝罪だから血祭りみたいな感じ。なるほど確かに、今日のこの放送の、目的というか行いたいこととしては、R タイプファイナルズの更新が遅れてしまっているということで、本日はそのお詫びと今後の更新予定、どういったスケジュールになるのかなどについて、皆様にご説明させていただいた後、ご質問にお答えしていきたいなと思っておりますので、確かにあまりお祭り要素はないかなと思いますね。ですよね、はい、言うなら血祭り的。これ大体誰が考えてるんですか、このどうしようもないタイトル。今回のタイトルはプロデューサーがつけております。はい、この番組のプロデューサーって誰な、広報担当ですね。まゆみん。
はいそうです。じゃあ彼女のことやから、僕ウォッチ祭りに行くことなんでしょうね。なるほど。文字通り。そんな考えてる人間かな、わからんけど。でもすごい本人はこのタイトルすごく気に入ってましたよ。血祭りだからでしょ。違います。秋の祭典の方ですよ。はい。ほら血祭りってそうですよね。わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい。なんか今日もワイプが小さいというコメントありがとうございます。これ仕様ですのでありがとうございます、いつもありがとうございます。言われたいんですか、ワイプ小さい。大きくなったかなみたいなご質問もあったんですけど、いつも通りのサイズでございますので、はい、一緒なんですか。はい、特に変更ございません。なるほど。はい、これ毎回調整してるんですか、ワイプは。このサイズは、変更しないように調整しております。はい。はい。ではよろしくお願いいたします。皆さんも僕もコーヒー飲みながらやりますんで、アルコールとか飲みながらやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、早速で恐縮ですが R タイプファイナル2の更新がちょっと遅れてしまっているということで、まずはそのお詫びから入らせていただきたいと思います。はい。ちょっと更新予定を大幅に6月ですかねにちょっとお出した更新予定から大幅に遅れて申し訳ないです。改めてお詫び申し上げます。はい。ですね。でそうですね。6月時点でじゃあどういうことを言っておったのかということを表示したいと思いますが、出ますか。はい。6月のこれ下旬ですかね。はい、下旬頃の放送で、はい。ちょっとこういう形で年内更新しますと申し上げたのがこの内容です。そうですね、夏前半夏後半ね、セミの鳴く頃とか夏後半、クラゲが出る頃にはって言ってたのに、もうコオロギもスズムシも鳴くような、そうですね、ちょっとだいぶ涼しい風が秋の吹くように、祭典ですから、なんせね、ちょっとそんな感じでずれ込んでしまっています。はい、申し訳ないです。誠に申し訳ございません。こちら英語版もご覧いただいてましたの で今日もね海外の方いらっしゃいますので、英語版もちょっとご覧いただきたいなと思います。はい。海外の方ご覧になっても思いっきり日本語の放送ですけど、はい。はい。こんな感じで、申し上げておりましたが、ちょっと果たせてない部分がかなりあります。申し訳ないです。では続きまして今後の更新予定につきまして、続きましてって謝罪って、今の2回ぐらいしか謝ってないですよ。続きましてでいいんですか。はい、続きまして、はい、じゃあちょっとそうですね、一旦ちょっと情報を出しするだけを出しして、改めて後でお詫びをいたしますので、ですね、次回更新、はい、10月の4日に予定しております、更新内容についてちょっとご説明をお願いいたします。直近の更新っていうのはこの10月4日、厳密に言うとあさってですか、10月3日が日曜日で、日付変わって月曜日になって10分後ぐらい更新をします。任天堂スイッチ、日本リージョンの任天堂スイッチとプレイステーション4と XBOX の更新が、10月4日の10時10分ぐらいになります。でちょっとその地域によってはばらつきがありまして、これ実はもう配信されてるとこもあるんです。先日本以外で、なるほど、すでにもう配信されてる地域があります。日本から必ずってわけじゃなくて、プレイステーション用はプレイステーション用で世界分作って、各パブリッシャーさんに配ったりしてますので、スイッチも同じですけど、でそれぞれの海外パブリッシャーさんの予定で配信していただいてますので、そこではばらつきがあります。あとちょっと、PC 版に関してはちょっとそういうタイミングでの配信っていう風にならないのと、ちょっとグランゼラでのパブリッシュになってないものもありますので、ちょっとそこはもうすでに配信されてたり、ちょっと同じタイミングだったりちょっと後になったりっていう形に
なります。でその10月、これも英語版、はい、ご覧いただきましょうか。はい、これ最初から英語版で出しても良さそうな内容ですよまあ確かにそうですね。はいですね。まあそんな感じで、準備いたしましたので、その、10月4日更新、10月上旬更新の内容についてご説明いたします。はい、まず最初がですね、これですね。はい。間違い探しみたいになってますけどこれ OF シリーズというですね、イメージファイトというゲームに出てきた主人公機の、1番機から5番機まで、イメージファイトには、OF1 っていうのと OF3 っていうのしか出てないんですけど、OF5 までをあさっての夜中10月4日に配信いたします。あとカロンっていうその R13 の最終形のものも出します。そして次のページお願いします。はい、ロボットに変形するものも一通り出しますね。この10機を今回配信します。はい、はい、こちらもちょっと英語版の画像を用意してますのでご覧いただきましょうか。はい、はい、どこ変わった？左上のこれ最初からこれでよくねさすがにこれは確かにそうかもしれませんね。2ページ目とかもあるんですか？あります。いや、これでいいやん。何やその日本語版とか出さなくてもよくないですか？この10機が使えますということですね。はい、じゃあ次、10月4日10月上旬更新の内容2番目を、ギャラリー画像、これ僕ねちょっとうっかりしまして、ギャラリー画像って増やしてからページを足せばよかったんですけど、最初に4ページ見れるようになってるんですけど、2ページ分しか画像がなくて、その時はそこまでしか埋まらないと。埋まらないんですよ。ちょっと意味ありげで申し訳ないで今回3ページ目を足しましたので画像が16枚増えますでもね結構もうあれなんですよ、英語のインスタのアカウントで画像配信してしまってるんで、もうすでにあの画像ね、なるほど、見れるとこにあるんです。ちょっと待ってください。この中の4枚のうちのどれが初というか SNS には上がってない画像なんでしょうか？右上のやつだけですね。なんと4分の1しか新しい情報がないと。そうです。まあそうです、じゃあちょっと新しいのはだから何や見たことあるぞってなっちゃうかもしれないですけど、思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないということですね。そうですね。はい、そんな感じで今ギャラリー画像、はい、こちらも当然英語版の当然ってはいご用意しております。いやこれでいいやん。絵も変われへんやん。これでよく、もちろん内容は当然日本語と英語で変わるわけではないので、いやギャラリーイメージ僕の英語のでも分かるぜそうですか。はい、せっかくですので、こんな感じでギャラリー画像も追加します。じゃあ3番目は何でしたっけ？はい、3番目機体列伝ですね。はい、これ今英語で表示してますけど、もちろん9カ国語対応する、日本語当然日本語でもともと書いてるんで日本語でも出ます。これもねあれですよ、最初なんか特徴のある機体だけ書こうって言ってたんですけど、もう今あれですよ、101機分書くということになりまして書いてますね。3分の1ぐらい僕担当になってるんでどんどん書いていこうということになってます。何ですかね、例えばバージョンアップ機の間の機体とか結構存在感薄いんですけど、そういうのにもスポットを当てようということで今準備を進めてます。こういうのね読むと本当に熱いですよね。そうですね。楽しみです。これ今回何枚かこれで追加している状態です。まさかとは思いますけど、これもなんか英語に切り替わるみたいなのあるんですか？はい、お願いします。いやこれでいいやん日本語とか。ちょっと待ってください。今気づいたんですけど、列伝ですね。英語の
エアクラフト列伝僕ね列伝ってなんかあそこドイツ語っぽいなと思ったんですけど、確かにリ通伝とかじゃないんや、列伝なんや、エアクラフト列伝。多分あれ列伝ですね。これこういう、はい、あれなんですか、カラオケとか畳みたいにあれなんですか、これ通用するんですか。ちょっとオックスフォードの私の英語の知識だと辞書にそういうのはなかった列伝で載ってるんですか。気がしたんですけど、まあでも一応これ本当の翻訳の方に訳していただいてますので、まあこれはじゃあヒストリーとかじゃなくあえてそうなっている列のかと。伝だろうはい、っていうことですか。もうかっこいいですね。かっこいいですね、確かに。あ、そうなんや。で4番目ですよね。4番目の、はい、項目に変えてください。はい、パイロットスーツね、追加パイロットスーツですよ。ね、ヒロコ F カザロフって書いてありますよ。これでも全然パイロットスーツじゃないですよね。通勤途中じゃないですか。上のスーツは。そう、なんか見慣れた感じがありますね。パイロット通勤中、はい、下はまあ司令官士官服ですね。はい、まあ、こういうパイロットスーツを用意してるんですけど、まあ、これは言ってもいいのかな。実はちょっとこの2種類だけではなくてですね、4種類他にもあるんですよ。今回追加したパイロットスーツが。なんですけど、これなんか言ってよかったのかな。ちょっとある地域ではですね、この2種類は全世界どこでも入るんですけど、はい、次の4つがはい、ちょっと年齢区分に引っかかってしまって、各地域のそうなんです審査がありますもんね。そうです、はい、国ごとというか地域ごとにそのレーティング審査って年齢区分がありまして、一部の地域でちょっとそこら辺のところがクリアできず間に合わなかったところがあるんですけど、ちょっとじゃあ表示してください。はい、こういうですね、まあパイロットスーツでも何でもないですけど、これ今左の2つが男性で右の2つ女性になってますけど、これ全部男女あって4種類あります。左の男性が着てるのの女性バージョンもあるってことですね。一番左あれ競泳水着なんですけど、あれの女性版もあれば、まあ、パーカー着てる水着の女性版もあるし、黒レオタード男性版とか、まあ、右側のヒョウ柄っていうんですかね、虎柄のそれの男性版もなんかいいですね、素敵ですね。なんかあんまり防御力はなさそうですけど。そうですね、こんなんで操縦するわけないんですけど、まあこういうのも必要かなと思いまして追加しましたが、先ほども申しましたけど、ちょっと一部の地域ではこれらがパイロットスーツショップっていうコーナーにありますので、アップデートしていただくとショップに並んでます。そういった各地域の事情があるんですね。そうなんです。まあちょっとそうなんですよね。年齢区分とか、まあ地域によって、まあこういうのはけしからんというか、まあこの年齢に出せないよっていうのがあったりします。ちょっと今ここではどの地域がとは言わないですけど、まあアップデートしたらちょっとショップを見ていただくしかないかなと思います。はい。じゃあこちらも英語版ご用意しておりますのでお願いいたします。あるんやろうな、はい、あると思いましたよ。すごいな、パイロットスーツさすがに読めますよ。僕でも英語にしてもらっても。2枚目もお願いいたします。2枚目もあるもんな。ありますね。はい、こんな感じです。はい。そうですよね。まあ宇宙で戦うならどれですかね。右端ですかね。左端もありですかね。強そうですもんね、右端の柄。そうですね、右端強そうですかね。強そうかもね。はい。まあこんな感じで、まあここだいたいこういうちょっとまとめお願いします。はい、10月4日の更新分、ちょっともう英語の方にしてもらっていいですか。ちょっとどうせめくるんやろうと思ってますね。はい、これで説明しますけど、まあ、機体追加10機と、今回の機体追加でですね、その R9/02 ラグナロック2という機体以外のメカ系機体が全部出ると
いう形になってます。でもうバイド期待、次はいよいよバイド期待ですっていうとこまでは来ました。来ていると。はい。でギャラリーも3ページ目を追加して、4ページ目も準備してますんで、そう遠くない未来に配信しますで期待列伝ね、かっこいいですね。列伝も、はい、制作すごい加速してますのでお楽しみにということで、はい、でパイロットスーツも今回これね、そうなんですよ、セミの鳴く頃に出すつもりで用意してたんですよ、水着は。あ、なるほど、夏もう、はい、そうですよ、寒中水泳みたいになってしまいました寒そうですね、タイミング的には完全に逸してますちょっと出遅れてしまった感が、はい、でちょっと不具合というか不安定なところを安定させる対応もしておりますので、はい、皆さんぜひあさって日曜から月曜になって10分ぐらいしてからです。定時ぴったりではぴったりのプラットフォームもあります。これ言っていいんかな、はい、手作業のプラットフォームもあるんですよ。そういうもう絶対あかんな、はい、これカットできひんのか、生放送なのでちょっとそういうのもあるんですよ。なかなかねうまいこといかんのですけど、そんな感じです。だから通勤通学というか月曜か嫌やなと思ってる時に R タイプファイナルズアップデートで元気を出していただくですね。これねちょっとねそうなんです、機体が増えるのとコスチュームが増えるから結構ねその資源というか R ポイントいるんですけど、はい、でもそうですよね、ちょっと どれ足そうかっていうのを考えながらやっていただくと面白いかなと思いますので、じっくりプレイしていただければと思っております、はい、ありがとうございます。それでは続きまして、近日配信予定のステージパス第2弾、その一つ目になります R タイプファイナル2オマージュステージセット4の内容についてご説明をお願いいたします。はい、はい、ちょっと切り替えてもらって、そうですね、 R タイプファイナルズステージパスっていうのをちょっと簡単に説明しますと、そうですね、はい、お願いいたします。R タイプファイナル2には今11ステージ分入ってるんですけど、それとは別に、R タイプ過去作 R タイプとか R タイプ2とか、R タイプ3レオとか過去作のデルタファイナルのステージを私のものでちょっと選んで R タイプファイナル2風にっていうのもアレンジしたステージを4月から6月まで7ステージ配信しました。これちょっと有料なんですけどですね。で今回はそれの第2弾、次の7ステージパックの配信を行うっていうことで、その最初のものがこのセット4ですね。今までがセット1、セット2、セット3といって1つのセットに2ステージないし3ステージ入れてあったんですけど、それの新しいセット4っていうものをいつだっけ、10月中旬に配信する、予定してますね。すごい今なんかよそ見してました、ちゃんとした方がいいですよ、仕事ですよ。はい、ということで、セット4の動画を、トレーラー短い尺です用意したのでぜひご覧いただきましょう。はい、ということでご覧いただきましたね。はい、はい、今ご覧いただいたのがそのセット4、10月中旬配信予定の、DLC オマージュステージセット4ですね。2つステージが入っています。
一つは、イメージファイトっていう、これね縦スクロールのシューティングだったんですけど、ちょっと横向きにそうですね、アルタイプさせてもらいました。横ですね。はい。横長で縦画面もあったんかもしれないけど、横画面にさせてもらってで、OF シリーズってイメージファイトの機体だけがこうちゃんと上から見たような先ほどの回転になってます。普通の R9 とかでやると横種なんで横向きなんですけどなるほど。イメージファイト、せっかくなんでこう上から見た絵にしましたですね。でもう一つはもう一つがですね、はい、 R タイプ2のステージにですね、そのアレンジしました。変えてる部分もあるんですけど、雰囲気というかゲームの感じは再現できてると思いますんで、この2つのステージが入ったパックがこの DLC セット4っていうことになります。ところで、はい、サムネイル2つあるのはそうなんです。これねそうなんですどういったどっちもセット4っていうサムネイルなんですけど、同じセット4のサムネイルですね。販売地域とかプラットフォームによって左のものが使われているとこと右のものが使われているものが、とこがあります。なるほど。プラットフォームというか、リージョンっていうか地域によってですね。で、ちょっとこれもまた言いにくいことなんですけど、実はあれ左側のサムネイルに入ってるのがその R タイプ2のステージ2のボス敵なんです。バラカスっていうね。であれがですね、さっきの水着の話なんですけど、パイロットスーツある地域の年齢区分に引っかかってしまいまして、なるほど。喫立した弱点部分が問題になってしまいまして、なるほどなるほど。ちょっとごくじゃないな、一部の地域ではちょっとデザインをちょっと変えてます。なるほど。ようになってないです。あのまま出てる地域と変えてる地域とあります。なるほど。そこはその各地域の、基準といいますか。そうですね。それに適合したらそうなったということですよ。だから左のサムネイルで出てるストアに上がってるところはデザインで出てるはずです。そのまま。で右のデザインで出てるところはもしかするとちょっとその喫立弱点部分が違う表現になってるかもしれない。右側のでもデザインで出てるかもしれないです。なるほど。ちょっと私もそこは全部把握できてないところありますので、そういうふうな報告というか話を聞いてます。ということはストアに並ぶときは、どっちのサムネイルかはちょっとご覧いただかないとわからないけれども、どちらでもセット4だと。自分のプラットフォームどっちかなって思ってちょっと見ていただく必要があります、ね。でもあれですね、本当にねって思いましたけどあれですよ、R タイプ D、別に東西さんディスるわけじゃないけど、R タイプディメンションですあれで出てるやんみたいなとこあるんですぶっちゃけ。今回はちょっとなかなか難しかったんでしょうかね。正直思いましたちょっとそんな感じなんですよ。怒ってるかな。いろいろと。なぜこのボスを選んだこのボスでもやりたいでしょ。作りたくないですか。作りたくて再現してほしくないですか。弱点のテカリみたいなすごいラフィカさんグラフィックの会社さんに頼んでどこまでやっていいんですか。なるほど。リーダーのデザイナー、アートディレクターにどこまでやっていいですか。もうギンギンにやってくださいって言って、で2人でやったもういいとこ行ったなって思ってたら、ある地域の区分に引っかかってしまってすいませんってなってたんですけど、僕は正直やりきった感はありますよ。そうですね。せっかくやるなら、そうです。これやりたかったんで、よかった感じしますけど、そんな感じです。もう一回じゃあ同じ動画なんですけど、ご覧いただいて、僕多分説明しても BGM で書き消えそうですけど、これがダイダロスっていう
今までのセット、そうですね。これ赤ポットセットか、この黄色ポットはたま出ないんですよ。本当にそうですね。このボスが極悪です。そして、面白そうでしょ。これです。少々ね、問題作。問題があったと。もう別にいいと思うんですよ。ああいうそうですね。そうですよ。おかしいですよ。ああいう魔物ですよ。思いません？例えば未知の生命体がたまたま卑猥な形してたとしても、そんな文句言いようなくないですか？そうですよね。なかなそのか遠いとこから来て襲ってきた魔物がたまたまに人類が見てちょっと卑猥かもなって思ったとしてですよ、仮に。お前なんでそんなデザインなんて言えますかね？誰に怒ってるんかわからないけど、まあこんな感じです。はい、10月中旬、これ配信日また決まったら発表するんですよね。もう決まってるんですか？調整中だと伺っておりますので、はい、お楽しみにということで、はい。あれ次何でしたっけ？これセット4の後にもまた続くセット5。あ、そうか。そうです。今セット4のご説明と10月にっていうことにして説明したんですけど、セット5っていうもうセット5とかセット6も当然用意してまして、セット5はね先に口頭ですけど言ってしまうと、R タイプデルタのステージ4。はい。R タイプデルタのステージ4ってこう縦にスクロールするとこがあるんですけど、そのステージを今作っています。でもう一つは、R タイプタクティクス2の、宇宙要塞ゲイルロズ攻略戦っていうのを聞いたことあります。作ってます。僕自分で作ってるんですけど、なんか以前の放送でご質問いただいた中にありましたね。このゲイルロズっていうのがとんでもなく難しい、そうです。ちょっと意地悪なステージだと。意地悪そうなんですよ。松尾五郎ってうちのプロデューサーと、シミュレーションゲームとかカードゲームすっごい強い、そうですね、得意で絶対1ターン足りん当時怒ってました。いろんな本当取引先の方、社長さんとかから本当にいけるんですかお仕事の話ではなくてそうだ。でもこれねちょっと不思議な感じなのは R タイプをシミュレーションにしたのが R タイプタクティクスでしょ。でR タイプタクティクスのステージを今度シューティングにしてるんで、なんか逆輸入したような、なんかすごい不思議な感じなんですけど、今作ってますね。極悪なステージにこちらでもなっているとするべく楽しみですね。はい。そういうのが、セット4が今回出て、その後セット5でセット6っていうのを準備していますので、お楽しみに。はい。では、次にですね、今後の更新予定につきまして、先ほどその6月にご覧いただいたロードマップっていうのを今一度ご覧いただいたんですが、あそこからまた少しスケジュールが変わってしまっているかなということで、新しいロードマップの方をご説明いただければと思います。リスケをさせていただきます。そうです、リスケ大事です。はい。はい、これです。内容は変わってないんですよ。更新予定大きいところは変わってないと。変わってないし、更新内容多分変わってなくて、ですでに配信しているものもあれば、ちょっと遅ればせながら配信するものもあるという感じですね。ちょっとランキングがちょっとうまくいってないかもですけど、そんな感じで進めておりますので、書いてないのもあったりしますよ。デカールとかもそうですけど、なのでちょっとお待たせして申し訳ないですけど、あれですよ、 R タイプファイナル3って書いてあるじゃないですか。であれ6月でしたよね、前ね。はい、前回の放送時ね、僕ね全然ね直前に、R タイプ3って書いて、なんていうんですかね、あんまりみんなに連絡もせずに出してしまったんですよなるほど。例えば取引先の方とか、海外のパブリッシャーさんとか社内のスタッフとかに
もういろんなとこから「何?」聞いてないけどって言って、ね、割とね吊るし上げられてるんです。なんなら新入社員にも日報で書いてましたね。なんか何ですかあれどういう内容なんですか新入社員も見ていたようで、そうです。まあそれも並行してね進めてますんでお楽しみに。はい、こちらもちょっと英語版をご覧いただきましょうか。はい、まあこんな感じですね。はい、まあちょっと遅れて申し訳ないですけど、進めてますね。まあちょっとそもそものねこれお詫びの回ですよね。はい、ちょっと本当遅れて申し訳ないです。申し訳ございませんが、進めてますので、よろしくお願いします。それでは、ここまで R タイプファイナル2の今後の更新予定等につきましてちょっとご説明させていただきましたが、続きまして皆様からいただいておりますご質問にお答えしていきたいと思います。はい、もう歯切れよくまあ言うてもね、あんまり歯切れよくないって思われてるかな。はい、よろしくお願いします。ではまず、1つ目のご質問ですけれども、図形系のデカールをもっと増やしてほしいですと、あとデカールの縦横比を自由に設定できるようにしてほしいですということで。なるほど。はい。図形系確かにそうですね。凝ったデザインのものよりも使い勝手がいいみたいですね。僕もすごい工夫してデカール買っていただいてて、これどうやって作ってるんだろうと思うものもあったりするんで、ここは充実させてまいりますし、まあ図形系のものも増やしますね。それと何でしたっけ、縦横比を、今拡大縮小で均等しかできないんで、そうか、伸ばしたりできると自由度が上がるんだ。ということですね。わかります。それはちょっと UI をどうするかはあると思うんですけど、技術的にはできると思いますので対応いたします。ちょっとコラボ関係のデカールはちょっとできないかもしれないです。難しいかもしれませんね。機能的には入れれると思いますので対応いたします。なんか僕割と今日歯切れよく、そうですね、この調子でぜひお願いいたします。では、続きまして2つ目ですが、ファイナルのステージ 3.5 暗黒の森の番犬、R タイプ2のステージ1、過去作の最終ステージのオマージュ予定はありますか？過去作最終ステージルートで遊びたいですということでいただいております。3.5 はちょっと話には出るんですけど、今この瞬間制作に載ってるものはちょっと今挙げてもらったのはちょっと入ってないですね。2のステージ1も今は多分入ってなくて、最終面は確かに入れてないですね。でもまあ最終面ばっかりっていうのは面白そうなので、そうですね。まあそれはちょっといただいたのは制作の方にあげますのでそうですね。3.5 はまあそうですね。ひょっとしたらオマージュステージじゃなくても入れるかもしれないですね。でも言うたらあかんのかなありがとうございます。これはちょっとそのまま検討に社内で検討がでは、次のご質問です。各機種のバージョン表記、プラットフォームだと思うんですけれども、バージョン表記を統一することは負担でしょうか？バラバラでどこまで機能追加や修正が入っているのかちょっと分かりづらいですということで。確かにそうです。これはでもおっしゃる通りですね。気にはしてるし、結構僕らも使いにくいとこあるんで、そうですね。ちょっと画面に表示してるのは揃えれるんですけど、ちょっとアプリの中のやつがちょっと揃えれるかはちょっと各パブリッシャーのプラットフォームの取り決めをちょっと確認して、そうですよね。それはもうおっしゃる通りだと思いますんで、ちょっと揃える方向で、まあそれは本当にそうですよ。多分ご指摘いただく前にやらなきゃいけなかったんですけど、そうですね。ちょっとタイミング見計らって、できるだけそうしたいなと思ってますので、承りましたよろしくお願いいたします。では、次のご質問ですが、トレーニングモードを実装してほしいと
ということで、次期の強化状態であるとかランク変動とか、ボス前含む各復活地点を選んでの練習がしたいということで、いろいろと研究されたいそうです。あ、なるほど。はい、そうですね。時期のパワーアップ状況とか、ランクのとか、復帰場所ですよね。そうですね。だんだん歯切れ悪い。いやこれそうですね。研究していただいた方がいいんで。それはそうだと。動画でも面白いの上げてくださってますもんね。もう嬉しいですけどね。今まで実況動画そんなにあれだったんですけど、今結構楽しみにしてたりする。実況動画で思い出してましたけど、はい、本当にあれなんですね。YouTube で動画上げてる人ってすごいですね。僕ね、ちょっと白状すると、実は1ヶ月ぐらい前に実況動画、ゲームの実況動画撮ってみたんですよ。なんかむしゃくしゃしてた時に、むしゃくしゃ、はい、ここ来て撮ってたんです、一人で。自分で実況をするという。しかも自分が作ったゲームですよ。絶対絶命の一番最初プレステ2、そこつながってたんでありますね、実況動画撮ってみたんですよ。15分でやめましたけど、何かって言ったらやっぱり実況動画されてる方のテンションがきっちりテンション上げてされるじゃないですか。すっごいテンション低い15分でね、いいと思いますが、僕もあれだって、その時もう会社辞めて YouTuber になろうと思ってすごい腹立ってたんで腹いせでなれるもんでもないなと思ったんですけど、それはそうですね。で、取り出したんですけど、まずもう決定的にダメなのは、起きたことでびっくりするっていうリアクションが取れないですよ。なるほど。知ってるはずやん、お前みたいな。そうですよね、制作されてると。でね、やってるうちにここ大変やったなとか、あれこここんなんやったっけって愚痴り出して、なるほど、はい、すっごいテンションの低いぼやきで教場レストランの中のセーブポイントでやめましたけど、早いですね。もう超上腕、あかんわ、もう絶対公開できひんわと思って。そうですね。特に公開されたって聞かないですけど、すんごい低いテンションの動画、そういったスタイルもありかもしれませんし、皆さんどうでしょう。コメント欄で見てみたいとか、いやさすがにちょっとそれはとか。でもあれね、やっぱりすごいそういう才能がいるんやと思いました。そのエンターテインメント性、でもそれはそうですね。我々だって生配信今させていただいてますけど、こうやってお互いになんていうんですか、掛け合いがあるから進みやすいみたいなところも当然ありますし、僕はなんていうの、裏方思考でゲーム作ってるんでそういう表舞台に立つのはもともとあんまりなんかね得意でもないから、でももう改めて思い知らされましたよ。すごいですよね。はい、なんか結構皆さん見てみたいっていう。やめた方がいいですよ。もうやみますよ。ぼやきは必要と。もうすごいずっとぼやいてますから。だいたいあれこうやったっけってちょっとボケてますから思い出しながら。でトレーニングモードですよね。そうですね。機能的にはできると思いますので、これはそうですね。入れる方向で進めてみます。はい、これも受けたまわりましたので、はい、ぜひよろしくお願いします。では、次のご質問ですが、第2回デカール募集とかいかがでしょうか。ついでに漫画×のファンタジー素材の進展はありますか。ファンタジー追加だけでユーザー増えそうな気がするんですけれども、ということでいただいております。これ2つ入ってるんですね。そうですね。1つはご提案というか。デカールコンテスト第2回やらないですか。いや1回目すごかったですね。やってください。やりましょうよ。なんか大きな丸を出しておりますので、やる気前向きな感じで。前回なんていうのかな、すごくいいのがたくさんあるけど、本当素晴らしかったですね。もっと採用っていうかさせてもらった方がいいんじゃないですか。やるそうです。近いうちに。本当にクオリティ高いものが多くて、前回もすごく僕も助かりまして、今ですもっとやった方がいいです。ネタを考えなきゃいけませんもんね。ぜひ。もう一つの方、ファンタジー漫画×。そうですそうですそうです。そうですね。進展っていうか、
地道には対応を進めてます。漫画家経ルいろいろやってるんですけどね、準備をちょっと今言っちゃダメなんですか？ダメなんですよね。なんか怖い顔してるんで多分怒られます、ね。要するにファンタジー素材もやってるし、別の準備もしてますので、ちょっとこれもしかるべきタイミングに公表いたしますので。なんか歯切れが悪いな最初の勢いとは裏腹にだんだんとそうですね。進捗とか聞かれたらそうですね。社内の報告でもすごい歯切れ悪いと怒られてるんではい、では、最後のご質問ですが、波動砲発射時や、速度変更時に各部のパーツが動く機体がいますが、アールズミュージアムにて可変機以外でもこのようなモーションを見ることができるようにならないでしょうかということでいただいておりますね。そうですね。人型と飛行形態が切り替わるものとか4速でスピードチェンジするものはミュージアムで切り替えが見えるんですけど、確かにその波動砲打つ時とか速度チェンジのだけのアニメーションのとこは見れないので、そうですね、あった方がいいですよね。アンドロマリウスの腕をこう回すのとかもいいですね。なるほど。そうですね。これはひょっとしたらちょっと僕が考えるよりはちょっと対応に時間がかかるかもしれないですけどなんとかそうですね、やれる方向で、ミュージアム自体はね結構スペース広いんで、そうですよね、増やしていこうと思ってます。ホースミュージアムとかホース見れたりとか、確かに今機体だけですもんね。そうですね、そんなことも計画には実は上がっていると。ということで、そろそろですね番組終了のお時間が近づいてまいりましたけれども、そうなんですね。はい、でもあれですね、何も情報出してなくないあさっての更新内容そこを突かれるとちょっと痛いところがなきにしもあらずって感じですけれども、これせっかくこんな金曜日のこのいい時間に来てもらってそうですね、とても良い時間に。なんかないんですか？なんかこれならではの情報みたいなのないんですか？そうやそうや、なんか僕1個入れてた画像あれ出せますかね？ちょっとなんか話の流れで出してたやつ、タイトルは言えないんですけど言えないんですね。ちょっと今キャラクター作ってるゲームがありまして、これね肌とか顔はね割と前作のからちょっとしか調整しない。髪の毛とか服とか調整中なんですけど、前作で23歳か4歳ぐらいの設定だったんですけど、今回大学生、若い時の、そうです、大学生で、弟がメインなんですよ。弟がメインの話です。すごいですね、タイトルも言わず勝手に妄想みたいに言ってる。そこまで言っちゃって大丈夫ですか？お姉さん迎えに来るみたいな感じのあれ結構なんか話なんです。ぬるっと、ちょっとこういうのも作ってはいるんでいいんかな、これ違うところで置いてあったからそうでしょうけどね。大丈夫でしょうかね。ちょっと楽しみではありますけれども、すごいですね、髪の質感とか。そうですね、そうなんです。前も言ったかもしれないけど、このお願いしてた声優さんがもう出番ないんですかって、いやありますよ出番頼みますよとか言ってたりするんで、こんな感じで進めてますのでまたこれも情報出す次第、今タイトル言えないんですけど、待ちたいと。ありがとうございます。いい情報が、新しい情報が出せたかなと。秋の祭典ですもんねちょっと後で怒られるかもしれませんが、秋なんです今回は。そうですね、このゲームの季節、そうなんですね。ロゴもオレンジ色なんです。なんかものすごい広報の顔が怖いですけど大丈夫ですか？もう言うなと。これ以上はオープンワールドやばい禁止されると余計にすごい巻きでという合図が入りました。すいません、すいません、危ないです、これ。よろしくお願いします。これ絶対始末書ですよ、多分。そうかもしれませんね、さすがに。ではすいません、ちょっと話が
ですね、番組終了のお時間近づいてきたんですけど、すみませんがちょっと2件ほど告知させていただきたいなということで、はい、まず告知、はい、1つ目が、グランゼーラゲームズストアに新商品 R タイプファイナル2の巨大戦艦マグカップが新登場いたしました。パチパチパチということで何これ、この流れは何、マグカップ。はい、マグカップが販売になりました。はい、戦艦巨大マグカップ。いや、巨大戦艦マグカップじゃじゃん。はい、これ実物です。戦艦の巨大なマグカップそれまた面白そうですけどすいませんがちょっと普通のマグカップです。サイズは見ていただいた通り。ちょっと待って、グランゼラゲームズスタジオ、この間も聞いたかもしれないけど。違います、ゲームズストアです。スタジオじゃないですなんか別のものになってます。はい、これ前も聞いたけど今でもよくわからない。グランゼラ購買部って通販とは別なんです。はい、別物です。どちらも通販サイトではあるんですけども、グランゼラ購買部っていうところは日本国内のみのお取り扱いになっておりますが、こちらのグランゼラゲームズストアですと全世界どこからでもご購入いただけます。でそちらの新しい新商品がこちらの巨大戦艦グリーンインフェルノのマグカップですということで、見えますかね皆さん。見えますか。アップでこうですまあ写真出てるんです、ね、はい、写真で、サイズ感をねちょっと実物でご覧いただこうかなと。グランゼラ購買部とグランゼラゲームズストアそれぞれ派閥みたいなわけでもない。ないですないです、もちろん。そうね、細田派と二階派みたいなわけではないです、ね、仲悪いとかそういうことはないです。自民党も仲悪くないでしょ。そうですかすいません、失礼いたしました。はい、僕この間ね、そうなんですよ、人事部導入にちょっと怒られたのは、グランゼラの人事部って大変やね、すごいね、通販も人事部がやってるんだって聞いたら、なんかおっしゃってましたね、違いますよって言って、人事部でこれ企画して売ってるんじゃないんですよね。そうですそうです。人事もやっておりますけれども、通販事業部っていうところがあって、そちらでマグカップを作ったって感じですね。マグカップ以外のグッズも作ってますが、マネージャーが通販のプロデュースもやってると。そうですね、そちらもちょっと担当させていただいてます。兼任ですっていうことですね。はい、はい、で実は前回iPhone ケースをちょっとご覧いただいたんですけども、僕みたいね、Android ユーザーには全く関係ない話で申し訳ないところなんですけど、はい、その iPhone ケースとマグカップの間にも実は商品販売をさせていただいてまして、ちょっと今、画像だけの T シャツがねこの画像にありますけども、 T シャツと、パーカーを今販売させて。パーカー、これか。そうです。今日工藤さんに来ていただいておりますが、入ってくるときに、来てくれって言われて、ちょっとぐるっと前面の方はね特に何もないんですけど、後ろが見えますかね。はい、こんな感じで、はい、いい感じです。はい、ありがとうございます。これ、なんかいいです。着心地いいですよ。そうですね、パーカーということで。僕 T シャツで通ってるんですけど、ちょっと肌寒いなと思ってたんで、これ僕じゃあもらっていいんですか。このまま着て帰ってもいいですか。ではお買い上げということで、今月の給与からちょっと転引きさせていただきますので、よろしくお願いいたします。普通に購入はい、よってろしくお願いいたします。はい。で今着ていただいているパーカーは、前がジッパーになっているタイプなんですけども、普通にかぶっていただくタイプのパーカーもありますので、はい、はい、だから金沢野々市でこれ着てたら僕ですから後ろから刺したりしないでください。今のところはそうだと更新遅いんじゃバスってやらんとってください。はい、はい、で今このご覧いただいている画像にもURL はございますけれども、サイトの URL 概要欄の方にも記載させていただいておりますよね。大丈夫ですね。はい、なのでぜひ一度ご覧いただいて、もしねお好きなものとか気に入ったものあればご検討いただければと思います。で近くこれの次の新たなアイテムもまた登場する予定ですので、お楽しみに。すごいですね。はい、では、告知の2つ目ですが、10月の15日から始まります全ために今度ですね出演させていただくことになりましたということで、なんか僕あれですけど、今ワイプが目の錯覚かもしれないけど、もう一段ちっちゃくなった気がするんだけど、嘘？気のせい？あれは本当ですね、なんかちっちゃいですね。いやちっちゃいのしようやけど、
こんなちっちゃかったっけ？なんかそうですね、いつもよりちっちゃいですね。不思議ですね。小さく見えますが。でゼンタメ、はい、ゼンタメです。全国エンタメ祭りの略なんですね。はい。これいつもあれですよね、岐阜県でそうなんです。真夏の暑い岐阜時の県にお岐阜県伺いするんですけども、もう40度ぐらいのとこで、しかも商店街でゲームの私有ができるというイベントですよね。そうですね。あれですね、言っていいかどうかかな、出店企業がね、みんなあれ扇風機っていうんですか、はい、なんていうんですか、大きい扇風機のような、ゲーム機冷やしてますね。やってますね、はい、本当にパソコンとかはもう本当にね、真夏だと本当に最高気温がみたいな地域なので、はい、これ今年はでも違うんですよね。オンラインだそうです。今年はオンラインで開催されるそうで、なんかその配信をされるそうなんですけども、その番組の、この15日の22時から23時の枠で我々グランゼラがご出演させていただくという形。ゼンタメは10月15日から17日まであって、その中の15日金曜日の夜10時からグランゼーラの枠っていうか出演させてもらえる、いただくということで、そうなの。これでも僕らは我々は特に出演予定はないんですけども、プロデューサーのゴロリンと、広報担当のマユミンが2人で乗り込む、はい、そうですね、武闘派ですもん、2人ともね。で先ほどご覧いただきました動画でご覧いただきましたセット4を、最速でプレイということで、その場で、はい、その場でプレイ大丈夫ですかね。難しいと。でもそれ地域的には映せなかったりしないですか？大丈夫なんですか？いろいろと確かに。でもさ、ちょっと今思い出したけど、さっきの PV、あれですか、 YouTube に動画上げたらあかんかったりするんですかね？大丈夫なんですか？ドキドキですね。YouTube から怒られてしまうかもしれませんが、じゃあ今日のこの配信もダメかもしれない。ダメかもしれませんね。今のうちですよね。10月15日ですね。はい、金曜日の、夜10時から11時だと。すんごい面白いはずです。すごいハードルを上げていますが、もう僕も楽しみに見ますよ。はい、もしお時間合うようであればぜひご覧いただければと思います。はいはい、ということで、はい、告知は以上になります。ちょっと導入さん人事部ですよね。そうですそうです。僕ちょっと言いたいことがあって、はい、スタッフを募集してください。人事部としてちょっといろいろ回ってないところもあるし、それは大変ちょっと申し訳なく思うところではありますが、ゲームデザイナー、プログラマー、グラフィックの人もアニメーターさんも、はい、ウェブのデザイナーさんも入ってほしいっていうのをここで急に言うなって感じなんですか、もしかして。こんなこともあろうかと。はい、画像をお願いいたします。こんなこともあろうかって何これちゃんと準備してんの？はい、現在ですね、グランゼラーでは新しい仲間を募集しておりますということで、こちらに職種の一覧とあと URL ここに書かせていただいてるんですけども、弊社のホームページのURL なんですけど、ここからではなくて概要欄にまた URL 記載しておりますので、そちらからよろしければご確認いただければと思います。リモート勤務もよくて大丈夫です。副業、はい、副業も大丈夫です。こっちが副業でもいいもちろんです、もちろんです。これ漫画家経由で作ってくれたんや。そうです。今回はですね、6月に販売になっています R タイプファイナル2パックというのを使用させていただいて、はい、でも右上のちっちゃいアルバトロスと触手テンタクルホースの一部みたいなと、左下にちゃんと、でもなんかフォース見切れてますけど右下のあれパワーアップアイテムですか？ちゃんとセンターとパワーマンもおります。センターはあれ何ですか？ガウパーです。ガウパーって正面から見るもんね可愛くないですか？テーブルに手ついてるみたいになってもう全然怖そうじゃないですそうなんや。じゃあ準備してくれてたんや。そうですね、僕愚痴ってますもんね、いつもね。誰か入ってくれはい、皆様のご応募本当に心からお待ちしておりますので、今多分皆さんねアルコール入ってると思うんで、もう勢いでリンク先に行って
応募してください。月曜忘れてるか、明日は忘れてるかもしれんけど、助けると思って、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これは言えたのは嬉しいです。あれワイプちょっと戻りましたか、サイズ。本当ですね。やっぱりちっちゃかったですね、さっきのさっきの一瞬だけ小さかったです。何なんでしょうか。何なんでしょうね。はい、ということで前回ロードマップをお伝えした6月の放送から少し間が空いてしまいましたが、ずっと作ってるんですけどね、ちょっとアウトプットがちょっとうまいこといってないんですけど、割と大きなアップデートに向けて準備してますので。ワイプまだ小さいんじゃなくて、先ほどのはもしかしてここを見越して小さくなってたんですかね、ワイプ。これあれですか、秋の祭典にかからんようにしてるんですか。多分そうだと思います。なんかすごくわざわざそのサイズになってる感が。でも秋の祭典ないっすよね、そもそも。はい、ということで本日も皆様ご視聴いただきまして、で本日あんまり取り上げられなくて本当に申し訳なかったんですけども、たくさん質問も送っていただきましてありがとうございました。目通してますし、すべて目を通させていただいております。Xbox の実績日本語であれちょっとなんでそうなってるのか確認してますんで、ちゃんとやりますんで。ということで、こちら一応その次回の予定そうなんですよ。これね、どういうきっかけでこの、よく考えたら4月にファイナルって言ってなかったっけ。グランゼーラの集いファイナルってありましたよね。でタイトルでしたね。ファイナル 2？そうですそうです。いやでこれどういうタイミングでこの放送は生配信があるんですか。一応アップデートとか更新情報とかいろいろ出していきたいなっていうところで。でもなんとなくお詫びの時ですなるほど。でもそうですよね。毎月やればいいんですよ。毎月アップデートするときに。もちろんその R タイプファイナルすごいですよ。開発コード言ってます、ね。危ないです。危ないってもう入ってるよ。失礼いたしました。今日一番おもろかったかもしれない。すごいです。間違えるんですね。もう絶対間違えへん人って。もう頭は僕の何十倍もよくて絶対間違えへんキャラやったね。今のは僕ちょっとガッツポーズもです。どうには間違うのを見れたんすごいな。失礼いたしました。R タイプファイナル2の更新ももちろんなんですけれども、社内で他のプロジェクトもいろいろ動いてますので、そちらも定期的に情報、皆様にお伝えしていければなと思っております。それでは本日も遅くまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。では R タイプファイナル2のエンディング曲の一つであります飯田舞さんの灯火を聴きながらお別れとさせていただきたいと思います。ではおやすみなさい。おやすみなさい。静かに息をする真っ暗な世界蝕まれてく心満たされないまま広すぎた空にあてもなくさまよい続ける掴みたくて掴めなくてそれでも探して見つけて私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦って私は私
したくてがむしゃらに戦ってたの。私は私の